ソドです。今回は最新話72話の考察をしていきます。コードはどうして来るのだろうか。最新話ネタバレ含みますのでご注意ください。前回の71話ではコードがリミッター解除するもデイモンにやられ一人で復讐するコードでした。72話では場面は木の葉の乾きから鹿丸がカーマの復元アマドの真意を聞きます。乾きは本当にアマドの目的をわからなそうな感じは今回も変わらずでした。アマドがコードに捕まってることに対してあんた内心喜んでんじゃねえかと言います。それには鹿丸もガチギレをし、乾きも負けじと無能がと鹿丸に対して言いました。乾きは大きな力を持っており、力で大人を見下してる感がますます増したような感じ。鹿丸の立場からしても子供に暴言を吐かれリアルに戦闘しても勝てないという劣等感。そんな中、アマドは雪の国で木の葉へ電話し、電車で3日4日かかって木の葉へ行くと言います。3、4時間かかると思いきや3日4日とかマジか。北海道から鹿児島まで電車で24時間かかる。鹿丸から爪痕を残されたか聞かれますが、君と同じ失敗はしないというアマド。エイダー・デーモンと手を切ったこと、デーモンは弟、コードがリミッター解除したこと。電話をしている時のアマドは何か余裕があった。特にリミッター解除したコードの話のところ。エイダー・デーモンを駒にしたことの方が、アマドは解除よりも安心なのかもしれない。また考察ですが、エイダー・デーモンは起動停止コマンドはついていると踏んでいます。エイダー・デーモンがいることでアマドの企みのことをうまく運べ、鹿丸も納得させれるから。最後電話切るときにコマと発言し、鹿丸を丸め込もうとしているのもわかります。最後アマドはエイダに脅されていましたが、冷や汗を垂らしたりと本気で焦っていました。ただ点々点のコマのところでは余裕な素振りを見せ、タバコを吸い始めます。エイダが見ていないところでは裏の顔があり、やはり駒として利用しているのは確定でしょう。そして鹿丸はナルトと第7班乾きを木陰室へ呼び出していきます。玄関を出るボルトのところへ見送る日向、心配な気持ちから泣き始める日向。この見送りのシーン、直近で見たような気が。お兄ちゃん無事に帰ってきてと。ひなたからしてもお母さんの気持ちからしても、前回見送って子供が一度死んで復活して、それでまた見送って行かせるなんてフラッシュバックでそりゃ泣きますよ絶対に。そんな中、懸念点のももちゃんが登場してくる。未来が絶望に満ちていると言います。この辺りかなり重要なセリフ言っているので、解説後詳しく考察していきますね。皆も思ったと思いますが、この辺りの2人の会話、まるでナルトとクラマ過ぎましたよね。転生ができなくてもボルトの体自体を器として桃式が意識を乗っ取れると言います。この後サラダと美月が合流するんですが、ボルトがシャンナローガーって言いました。ここでひまわりが忍者になったら少しはお兄ちゃんの助けになれるかなと言います。アニョリ見たらわかりますが、ひまわりがこういうこと言うと本当にいい子ですよね。ここで場面は変わり、なんとコードはあの遺跡の十尾のところに向かっていました。この遺跡は時空間忍術でしか行けないとのことで、地球外である可能性は高まりました。ボルトや乾きがいずれここへ来ることを懸念し、十尾を連れて行こうとでも言うのか。リミッター解除したコードは十尾を覆い尽くすほどの爪痕を出せるようになっていました。そしてなんと十尾を分裂させ軍隊を作り、爪痕で操るというリミッター解除らしい強さを見せます。まるで一式のようなデザインである分裂隊。ここで72話は終了しています。今回はとても今後が見えそうな重要な様子が多く描かれていたような気がします。全てを失うということがどういうものなのか、今まで考察が飛び交っていましたよね。今回それがボルトが絶望し生きる気力を失い、この世界から逃げ出したくなるほどと判明。そうなった時にボルトの人生を代わりに引き継いでいくと桃式の口から出ました。完全にナルトとクラマのオマージュなのも着々と確定しつつある内容でした。
仮にミスリードだとしても桃式を抑えてボルトが終わるとも思えないのでありえない。ナルトも少年期ではナルトが絶望にかけられた時、クラマがナルトの体を乗っ取るのは定番。いずれ分かち合い力を使いこなしていく、それが物語の終着点の内容とリンクしています。桃式とも和解し運命を変えれるというのに感化されるのか、共通の敵が現れるのか、そこから紐解けるのはボルトの絶望する出来事が桃式との和解に大きく関係する。まずは日向ひまわりの見送りのシーン、これはもう絶望と絡んでいるのは間違いない。あまり考えたくないですが、ひまわりという家族を参加させたのは絶望要因であるのか。日向ひまわりの死亡率が一気に上がってしまっているのは少なからずあると思います。あとナルトの忍界大戦のオマージュと誰しもわかるこの10尾の分裂体が登場。爪痕も通れるので、このまま木の葉へ丸ごと向かうのはほぼほぼ確実と言えます。やはり生きる気力を失うと絶望、もう間もなくはこの10尾と木の葉の戦争で間違いありません。そこで何らかの形で日向ひまわりは死亡とまではいかないものの近い形で退場。ナルトも湊のように里を守って死ぬというオマージュ化のような展開。ナルト家はボルト以外退場してしまうことが生きる気力を失うの意味かもしれません。実際に見送りシーンは何度もあり、見送った後に桃式が登場しています。実際サスケポジでもあるボルトはサスケも少年期で家族を失っています。なんやかんやで絶望し桃式に体を乗っ取られる展開は必ず挟むと思います。そこで待ちに待った上眼で運命を変えるか、希望の光を見て湊のようにトネリ登場か。ただ全てを失うが全ての忍びに対してなのかも可能性としてはありますよね。十尾が木の葉へ来ると考えたら無限つくよみみたいに大筒木のボルトカワキ以外はなるとか、少年期でナルトのラストのような展開が来るとは正直考察しきれなかったです。しかもエイダーデーモンが3日4日かかるというのが割と引っかかるような気もします。おそらく来車で木の葉に到着する前にコードは爪痕ですぐ木の葉へ攻めてきます。そうなると勢力図的にも絶望展開は見える。ナルサスが先頭を切るしかないからです。仮にエイダーデーモンが木の葉にいる時にコードが来たとしたら千里眼でバレます。対策もでき絶望展開は見えなくなる。デイモンも先頭に入りなおさらですよね。コード一人が最強感を出していくためにもデイモンは木の葉にいない状況が望ましい。10尾の正体ですがツーマンセルのリーダーが10尾を所持していると思います。ただ桃式の10尾はかぐやにやらせて桃式が美味しいとこ取りをする気だったのか、もしくは山の形になっていて真ん中のツーマンは植え付けでサイドが回収とか、その辺の謎も分かるのがボルトのいいところですよね。皆さんはどう思いますか？コメント欄でみんなの考察楽しみにしています。ボルトのシャンナラオがちょっと謎すぎた。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、みんなの感想コメント、考察コメントぜひお待ちしております。